皆様こんにちは、セリナです。今回は11月1日発売、スックホリデーコレクション2024よりアイ&フェイスコンパクト101東京102春あかりを購入したのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をもっと広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクを提案していきます。今回の動画ではスックのホリデーパレット2種類をご紹介していきますので、こちらのアイテムはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたい方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように説明していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。また別の動画ではなりたいイメージに近づけたり、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすいこちらのパレットを使いこなすメイクパターンのご紹介もしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スックホリデーコレクション2024。ご紹介していくのはアイ&フェイスコンパクト101東京102春あかり。冬の幻想的な景色や暖かに過ごす穏やかさを深みカラーにきらめきを添えたパレットで表現。101東京はスモーキートーンのパレット。淡くも深くも自由にスモーキーアイに仕上げます。上から大粒ゴールドの突破を乗せれば華やかに。ミルクティーのような柔らかなベージュのハイライトでナチュラルなツヤをプラス。102春あかりはウォームトーンのパレット。深みと温かみのある目元に大粒グリーンパールがメインのトッパーで仕上げてニュアンスをプラス。ピンクトーンのハイライトで透明感と柔らかさを乗せて。それでは101の東京からご紹介していきます。まずそれぞれをパーソナルカラーに分けると、アイシャドウ左上はイエベ春、イエベ秋タイプに特におすすめ。クリアなベースにゴールドの大粒ラメが輝きます。よく見るとシルバーのラメもあるので、イエローベースの幅広いタイプの方にはもちろん、セカンドにイエローベースが入るブルーベースの方にも使いやすいカラーです。続いて右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。少しくすんだ明るいイエローベージュにパールが艶めきます。イエベ春の中でもライトスプリング、ウォームスプリング、イエベ秋の中だとビューティッドオータムやウォームオータムなど、柔らかい色や黄身、明るいくすみカラーが得意な方におすすめです。続いて左下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ダークな青みパープルのベースに青ラメとピンクラメが輝きます。こちらはブルベ冬でも特にディープウィンターやビビッドウィンター、深みやコントラストが得意な方におすすめですが、指名色としてはブルーベース全般の方にお使いいただきやすいカラーです。続いて右下、こちらはブルベ冬、イエベ秋におすすめ。深みのある青みパープルのベースにゴールドのラメが散りばめられています。ベースはブルベ冬に使いやすいカラーですが、ラメがゴールドなので、ディープウィンターやディープオータム、深みが得意な方はイエローベース、ブルーベース問わずにお使いいただけそうです。最後、右側のハイライト。こちらは全シーズンの方におすすめ。イエローベースのピンクがほんのりついて、上からピンク、グリーンのラメが輝きます。ベースのカラーはイエローベースですが、発色がかなり淡いのと、ラメはブルーベース寄りなので、パーソナルカラー問わずにお使いいただきやすいです。それではハイライトとアイシャドウをそれぞれ1色ずつまぶたの上に単色塗りしてみて、実際の質感やカラーを見ていきます。まずは右側のハイライトをブラシを使って C ゾーンに塗ってみたいと思います。かなりこちらは手元で見た通り、かなり肌なじみのいいカラーと、パールのツヤとラメもとても微細なので、
上品なツヤ肌に仕上げてくれて、すごく使いやすいハイライトです。はい、こちら側の C ゾーンの広範囲に、まずはハイライトを塗ってみました。何度かしっかりと塗り重ねましたが、ほんのりパールのツヤを感じるベースに、微細なラメがキラキラ輝く程度なので、オフィスメイクや普段使いにも活躍してくれそうな、かなり自然なツヤを与えてくれるハイライトでした。近くで見るとこんな感じで、ほんのり温かみを感じるピンクのカラーが乗りますが、上から輝くラメにしっかりと透明感があるので、やはりこちらはパーソナルカラー問わず、自然なツヤのハイライトをお探しの方にとてもおすすめです。はい、反対側の C ゾーンにも広範囲に塗ってみました。ギラつかない自然なラメ感がとても綺麗です。続いてはアイシャドウをご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらはかなり大粒の贅沢なラメの輝きを楽しめるカラーです。ベースのこの質はとてもしっとりとしているので、ラメのざらつきは感じにくいです。はい、左上のカラーは暖色塗りするとこんな感じでした。まぶたの上にのせるとベースのイエローのカラーがよりしっかりと出てくるので、イエローの華やかさや明るさを感じたい時におすすめです。ラメもホロンのような大粒タイプですが、しっとりとしている粉質なので、ざらつき感もなく、とても使い心地がいいです。ゴールドとシルバー、どちらのラメも楽しめるので、華やかさの中に透明感もあります。続いて右上のカラーです。こちらもとてもしっとりとしている粉質です。まぶたの上にのせると、ほんのりオレンジニュアンスを感じるピンクベージュ系に発色します。はい、右上のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。粉質は反対に塗っている左上の大粒ラメカラーと同様、かなりしっとりとしていますが、こちらの右上のカラーはラメというよりもパールのツヤがしっかりと効いているので、より濡れたようなツヤ感を演出してくれます。実際にまぶたの上にのせると、パレットで見たイメージよりも発色が良く、くすみ感も強く出るので、ナチュラルなメイクに仕上げたいときは、このカラー単色塗りでもとても可愛いなと思います。1色目と2色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはパレットの見た目通りのスモーキーなカラーです。軽い質感のマットベースにラメがキラキラと輝きます。はい、左下のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。ほぼグレーに近いようなかなりくすみ感のある青み寄りのパープルベースにブルーのラメとよく見るとゴールド系のラメも輝きます。こちらの101のパレットはスモーキートーンとのことだったので、このカラーを前面に出すと上品なスモーキーメイクが楽しめそうです。青み系を基本としているカラーに黄身をしっかり感じるゴールドのラメを合わせるところがスクらしくてとてもおしゃれですよね。最後、右下のカラーです。こちらも少量でもかなり目元に深みが出るくらい高発色な締め色です。ただ粉質がふんわりとしているので指塗りでも調整しやすいです。手元で見た時よりも意外と大粒のラメがしっかりと輝きますね。はい、右下のカラー単色塗りだとこんな感じでした。かなり発色も良くて深みもあるカラーですが、軽くてふんわりとしている粉質なので、指塗りでもこんな感じで簡単にグラデーションを作ることができました。そして手元で見た時は意外とラメの輝きは感じにくいなと思いましたが、まぶたの上にのせるとマットベースの上に大粒のゴールドラメがキラキラ輝く感じが楽しめてとても可愛いです。こちらもベースは青み系のパープルですが、ラメがゴールド系なので、イエローベース、ブルーベース問わずに使えそうなところがすごくいいですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは101の東京全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にベースとして塗っていきます。まずはこのパールのツヤ質感をベースに仕込んでいきます。ディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に戻って、下まぶた全体にものせていきます。ほんのりくすみ感のあるカラーとパールの艶やかさがあるので、下まぶたに使うのにもとてもおすすめなカラーです。続いて左下のカラーを指に取って、
上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。このカラーをメインに使って、このパレットのイメージであるスモーキーさをしっかりと出していきます。単色塗りでもとても可愛かったですが、ベースに右上のパール質感を重ねておくことで、スモーキーニュアンスに少し柔らかさが加わって、とても使いやすくなります。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から目尻に向かって締め色としてのせていきます。締め色をしっかりとのせて目元を引き締めていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。はい、101の東京全色を使ったメイクが完成しました。今回はこちらのパレットのスモーキーニュアンスを活かした上品さとスモーキーさを掛け合わせたメイクに仕上げてみました。全体的に深みのあるカラーでまとまっているパレットですが、粉質が柔らかくてグラデーションが作りやすいのと、ベースに使ったパールカラーや上から重ねたトップコートのラメカラーはしっかり明るさも出してくれたので、全体的に暗く沈みすぎなくて、スモーキーニュアンス初挑戦の方にも使いやすいんじゃないかなと思いました。イエローベースとブルーベース、どちらのニュアンスも入っているのに、おしゃれにまとまるところがさすがスクだなと感じるパレットです。引きで見るとこんな感じです。続いて102の春あかりをご紹介していきます。まず、それぞれをパーソナルカラーに分けると、アイシャドウ左上はブルベ夏、イエベ春におすすめ。青み寄りの明るいピンクベースにゴールドとグリーンの大粒ラメが輝きます。ベースの色はブルーベース寄りですが、ラメがかなり大粒なので、イエローベースの印象もしっかり与えてくれるので、こちらはイエローベース、ブルーベース問わず、明るさやラメが得意な方におすすめです。続いて右上、こちらはイエベ秋、イエベ春におすすめ。少しくすんだイエローベージュにパールが艶めきます。こちらはミューティッドオータム、ウォームオータム、ウォームスプリング。くすみや黄みが得意な方におすすめです。続いて左下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。少しくすんだピンクパープルのベースに青ラメが輝きます。こちらは青みや深みが得意な方。ブルベ冬は全タイプ。ブルベ夏はブライトサマーやクールサマーが締め色として使うのにもおすすめです。続いて右下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。イエローベースのブラウンにシルバーのラメがごくわずかきらめきます。イエローベースの方全般の締め色として使いやすいカラーです。ただ、シルバーのラメの光り方によっては、ブルーベースの方にもお使いいただきやすいと思います。最後、右側のハイライトは全シーズンの方におすすめ。明るいピンクのベースにパールが艶めきます。かなり肌なじみがいいピンクなので、パーソナルカラー問わずにお使いいただきやすい印象です。それではハイライトとアイシャドウをそれぞれ肌の上にのせてみて、実際のカラーや質感を見ていきます。まずはハイライトです。このハイライトは透明感のある明るめのピンクが肌にのりますが、やはり101のハイライトと同様、かなり自然な仕上がりで使いやすいです。はい、こちら側の C ゾーンの広範囲にハイライトを塗ってみました。明るく透明感の出るようなピンクカラーがほんのりとついて、その上にパールの艶やかさを楽しめるタイプです。ただこちらも近くで見てもこんな感じで、カラーが強く出すぎてしまったり、パールもとても自然なので、ツヤツヤしすぎてしまうこともなく、いろいろなシーンで使えそうなハイライトです。はい、こちら側の C ゾーンの広範囲にも塗ってみました。血色感を出すピンクというよりも、明るさと透明感を出してくれるピンクというイメージなので、ツヤは強すぎずに自然に肌に透明感を与えたい時に使いやすそうだなと思いました。それではアイシャドウ1色ずつを単色塗りしてご紹介していきます。まず1色目、左上のカラーです。こちらはかなりしっとりとしたパールベースに大粒のラメがぎっしりと詰まっていて、華やかな輝きを与えてくれます。ベースのカラーは見た目よりも暗く沈みすぎる感じがしなくて使いやすいです。はい、左上のカラー単色塗りだとこんな感じでした。
くすんだピンクベージュのカラーが全体にうっすらとついた上に、ゴールドとグリーンの大粒ラメがぎっしりと詰まって、キラキラと華やかな輝きを与えてくれます。ベースのカラーにある程度の落ち着き感がありますが、ラメがとても華やかで明るいので、陰影感と明るさのバランスがとてもいいカラーだなと思いました。単色塗りでもとても可愛いです。続いて右上のカラー。こちらもしっとりとしていて、パールのツヤをかなり感じられます。見た目よりも意外と発色がいいですね。はい、右上のカラー、単色塗りするとこんな感じでした。パレットで見た印象だともう少し明るめのイエローベージュかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとくすみ感もあり、意外と深みもある大人っぽいイエローベージュに発色してくれました。ベーシックなブラウン系メイクのベースとしてはもちろん、華やかなグラデーションをまとめたい時にも活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラー。こちらはかなり高発色なタイプですね。しっとりとしていますが、指でも簡単に動かすことができます。はい、左下のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。柔らかいマットベースに大粒のラメがポイントでキラキラと輝きます。手元で見るともう少しブルーのラメが全体に乗る印象でしたが、まぶたの上に乗せてみるとラメはポイントで光る感じだったので、ふんわりと透明感のあるピンクメイクに仕上げたい時にも可愛いと思います。最後、右下のカラーです。やはりこちらもしっかりとカラーが乗りますが、隣に塗った左下のカラーよりもさらに粉質が軽いので、とても動かしやすいです。はい、右下のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。やはりこちらも101のパレットの右下のカラーと同様、手元で見た時よりもまぶたの上に乗せた方がラメがキラキラと輝く感じがするので、ベースのブラウンはイエローベース寄りのニュートラルなブラウンカラーですが、上からシルバーの大粒ラメがキラキラと輝くので、締め色としてパーソナルカラー問わずいろいろなタイプの方に使いやすいんじゃないかなと思います。マットベースに大粒ラメが散りばめられている感じがとても可愛いですよね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは102の春あかり全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。全体的に透明感があって華やかなカラーが揃っているパレットだったので、ベースにはこちらの落ち着いたイエローベージュを仕込んでいきます。ディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に戻って、下まぶた全体にものせていきます。程よい深みが出てとてもおしゃれに仕上がります。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。透明感抜群のピンクパープルカラーですが、ベースにイエローベージュを仕込んでおくと大人っぽい表情にも変化させることができます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色として重ねていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。このカラーをのせると一気に華やかになりますね。はい、102の春あかり全色を使ったメイクが完成しました。全体的に深みがあるカラーですが、しっかりと透明感もあって、その中にほんのり温かみのニュアンスも感じるような、とても今っぽいカラーラインナップのパレットだったので、全色の良さをそれぞれ引き立てるようなメイクに仕上げてみました。ピンクパープルや透明感のある明るいグリーンラメだと少し可愛らしいニュアンスのカラーもありましたが、全体的に大人っぽくて洗練された印象を与えてくれるところがすごく素敵なパレットです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで11月1日発売、
ズックホリデーコレクション2024よりアイ&フェイスコンパクトの101と102をご紹介していきました。今回のホリデーパレットもそれぞれにイエローベースとブルーベースのカラーがバランスよく入っていて、さすがスクだなと思いました。こちらのパレットを使った他のメイクパターンはまた別の動画でご紹介していきますので、ぜひ合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこの動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。